くそ、これだとどうしても削りきれないわね。どうしたんだ？霊夢なんか苦しそうな顔して。あらマリサイヤ、今ちょうど壁とデュエルしてて、どうしても決定打が打てなくてね。壁とデュエルしているのは怖いがなるほど、勝負を決めるカードが、なかなか見つからないわけだ。そうなのよ、何かいいカードないかな？それなら、何枚かあるぜ。そうなの？ぜひ教えてほしいわ。ああ、と言ってもさすがに数が膨大だからな。よし、なら今回は歴代で決定打を打ち込んでいた、有名なカードを10枚私の独断と偏見で紹介するぜ。最初に紹介するのはサイバーツインドラゴンだぜ。サイバーツイン、サイバードラゴンの融合モンスターよね。ああ、このカードはそのサイバードラゴンも収録された、サイバネティックレボリューションにて収録されたカードで、霊夢の言う通りサイバードラゴン2体で融合召喚でき、効果は2回攻撃ができるぜ。攻撃力も2800と高いしダイレクトアタックすれば5600も削れるのは、かなり強いわよね。ああ、ただこのカード攻撃力や効果はもちろんなんだが、機械族という点が評価を上げているぜ。機械族という点？ああ、機械族には攻撃力を一気に上げるカードが存在しており、有名なのはリミッター解除だな。このカードは機械族モンスターの攻撃力を2倍にすることができこれを使うだけで5600となり、ダイレクトアタック決めれればワンキルが成立することに。それどころかオーバーキルになっちゃうわねこれだと。また、機械族専用融合カードパワーボンドの存在もあり、こちらでも簡単に攻撃力を倍化させることが可能に、リミッター解除と合わせるとなんと11200の2回攻撃が可能に。あまりにオーバーキルすぎる。簡単に融合召喚可能な上にお手軽に効果力を出せるため、勝負を決めるにはもってこいのカードで、過去には環境でも大暴れ、ワンキル横行の要因にもなるなどかなり強いカードと言えるな。癖もなく使いやすいしかなり優秀なカードね。このように、切り札としてもってこいなカードではあるのだが、弱点も存在しておりまず一つが耐性が全くないことだな。まあ、古いカードだしこれだけの性能を持っているんだから、仕方ないところではあるわね。それはそうなんだが攻撃反応系のトラップにかかるのは痛く、特にパワーボンドを使って破壊されてしまうと、目も当てられない状況になるためそこは注意が必要だぜ。他のカードでしっかりサポートするといいかもね。あと、コントロールダッシュもかなり痛く、もし奪われてしまうとこちらが一気に劣勢になるため、ここも注意が必要だぜ。確かに、一気に殲滅される未来が簡単に思い浮かぶわね。とはいえ、使いやすくしかも強いことは変わりなく、状況をしっかり見極めて召喚するといいと思うぜ。次に紹介するのは、ダークリベリオンエクシーズドラゴンだぜ。なんか、まがまがしいというか怖そうなモンスターが出てきたわね。このカードは2014年7月19日に発売されたパック、ネクストチャレンジャーズにて収録されたカードで、レベル4モンスター2体で召喚でき効果は素材を2つ取り除くことで、相手フィールドのモンスターの攻撃力を半分にし、その数値分、攻撃力を上げる効果を持っているぜ。攻撃力を半分吸収？これまたなかなか攻撃的な効果ね。ああ、しかも永続的に攻撃力を上げられるからな。基本的には1回きりの効果にはなるものの、どれだけ攻撃力が高いモンスターが相手にいても、一方的に殴り倒せるのはかなり強いと言えるぜ。相手のモンスターの攻撃力が高ければ高いほど力は増すし、切り札として十分な性能ね。名前にあるリベリオンとは反乱という意味があり、アニメアーク5でもユートというキャラが強大な敵を倒すため、使用していたエースカードなんだがまさに名前を表したカードと言えるな。ここまでぴったりなのも珍しい気がするわね。切り札として強力で決定打を打つにはもってこいのカードだな。ただし、このカードにも弱点は存在しており、まず一つがあくまで攻撃性能が高いだけなため、モンスターを除去する目的で召喚するには、ライバルがいるってことだな。特に汎用性の高い超重視カステルはライバルで、あちらに軍配が上がるシーンもよくあったりするぜ。除去だけならバトルを返さない方がいいものね。そしてもう一つがこちらも耐性がないことが弱点だな。とはいえ、召喚条件が緩くいく分かリカバリーは効きやすいため、そこまで大きな弱点ではなく攻撃反応系のトラップにかかっても、相手のモンスターの弱体化には成功しているため、些細な部分にはなるぜ。少しでも爪痕を残せるのは大きな利点よね。まあ、基本的にはライバルが多いランク4のエクシーズってところで、採用検討がなされてしまう点が一番の弱点と言えるが、強いことには間違いなく現実のデュエルではもちろんのこと、デュエルリンクスでは大暴れしており、トラウマになっている人も多いみたいだぜ。あの環境下でこのカードが出てきたら確かに地獄ね。種族と属性にも恵まれており非常に扱いやすく、強力ながらも初心者に扱いやすいそんなモンスターと言えるな。次に紹介するのはオネストだぜ。出たわね、ガチムチ天使。このカードは2008年2月23日に発売されたパック、ライトオブデストラクションにて収録されたカードで、効果は自分の光属性モンスターがバトルを行う際に、手札からこのカードを捨てることで相手の攻撃モンスターの攻撃力分、そのモンスターの攻撃力を上げる効果を持っているぜ。手札から捨てればモンスター超強化できるの。普通にずるいと思うわ。奇襲性という点では間違いなくトップに君臨するカードだな。飛んできた時の絶望感はなかなかのものだったわね。だいぶ被害に遭われ
ているようだな。まあ、一時期は環境でよく使われたしな。霊夢みたいな人も多くいるだろうな。みんな、私は味方だよ。やかましいわ。さて、話を戻すとしてこのウネスト、相手の攻撃にカウンターで使うことも自分が攻撃する際に強化で使うことも可能で、しかもダメ捨てで発動が可能なので妨害されにくいという利点もあり、しかも手札発動のためスキルドレインもすり抜けることが可能。このカード自身が攻撃するわけではないが、決定打を決めるのにもってこいのモンスターと言えるな。力を授けることで相手をぶっ飛ばす、天使にふさわしいわね。ただでさえ強いこのカードだがかつて環境トップを取っていた、カオスソルジャー開闢の使者との相性は抜群で、開闢は相手モンスターを攻撃し戦闘破壊すれば、もう一度攻撃できるのだがその1回目の攻撃時にオネストを使えば、格段に攻撃力が上がった開闢で追撃が可能。攻撃力2000以上のモンスターに使って、次にダイレクトアタックを決めれば、ワンキルも成立するためかなり好相性と言えるぜ。殺意が高すぎる。このカードの登場で光属性モンスターの価値が急上昇し、歴史を変えたと言っても過言ではないカードなんだが、このカードにもいくつか弱点が存在しており、まず一つが除外される状況では効果が使えない点だな。テキストの通り、この効果は墓地に送って発動する効果のため、墓地に送れない場合は効果を発揮できない点は注意が必要だぜ。逆に言うと、除外すれば封殺できるってわけね。そういうことだな。あと、このカードに限った話ではないのだが、ハカーナの指名者は天敵になるため、こちらも注意だぜ。しかも遭遇率の高いカードだしね。ケアは必要かもね。弱点こそあるものの光属性のモンスターなら、誰でも切り札にできるのはかなり強力と言え、今は採用率も下がったが光属性デッキなら採用を検討したい、1枚と言えるぜ。次に紹介するのはガガガガンマンだぜ。なんか、フィニッシャー感のないモンスターが出てきたわね。このカードは2012年7月21日に発売されたパック、アビスライジングにて収録されたモンスターで、素材指定なしのレベル4モンスター2体で召喚が可能となっており、効果は素材を一つ取り除くことで自身の表示形式によって効果が変動。攻撃表示の場合は攻撃時に攻撃力を1000アップさせつつ、攻撃先のモンスターの攻撃力を500ダウンさせる効果。守備表示なら、相手に800のバーンダメージを与える、効果を持っているぜ。なんか、今までのモンスターと比べると派手さがないわね。あんま強そうに見えないんだけど。確かにものすごく強いというわけではないな。ステータスも高くないし攻撃力を上げると言っても、除去系なら他のカードもあるしな。ならどうして？このカードの進化は2のバーン効果にあるんだぜ。ダメージが800と一見少ないこのカードだが、素材縛りなしかつ汎用性の高いランク4では、貴重な効果となっており相手のライフが800以下の場合、このカードを召喚してそのまま焼き払うことが可能。主に総攻撃を仕掛けた後のメイン2で召喚してとどめを刺す、といった形で使われており決定打にふさわしいカードとなっているんだぜ。なるほど、そういった使い方もあるのね。それなら確かに強力と言えるかもね。ああ、1の効果も悪くはないため状況に応じて使い分けることも可能で、爆発力があまり高くないデッキでは重宝されたりしているぜ。徐々に削っていくような防御高めのデッキでは確かに活躍しそう。これまでの遊戯王はライフは1でも残れば大丈夫という、極端な風潮があり膨大なライフコストを払うことも、意図はなかったのだがこのカードの登場以降、このライフ800がボーダーラインとなることになり、色々と考えて動かないといけない時代に突入することに、実際に2014年の世界大会ではライフが少ない相手に対し、このカードのバーン効果でとどめを刺すシーンがしばしば見られており、一世を風靡したカードと言えるぜ。そんなに目立っていたのねこれ。今では採用率も落ちたが警戒すべきカードなのは間違いなく、大きな影響を与えたカードと言えるぜ。次に紹介するのは、アークリベリオンエクシーズドラゴンだぜ。ダークリベリオンエクシーズドラゴンみたいな、モンスターが出てきたわね。まあ、そのカードの進化したモンスターみたいな感じだしな。このカードは2020年8月8日に発売されたパック、ファントムレイジにて収録されたカードで、効果はエクシーズ召喚されたこのカードは効果で破壊されない効果、素材を一つ取り除くことで攻撃力をこのカード以外の、フィールドのモンスターの元々の攻撃力の合計分アップする効果、さらに闇属性エクシーズモンスターをエクシーズ素材としている場合、このカード以外のフィールドの全ての表側表示モンスター効果を無効化する効果。この効果の発動後、ターン終了時まで自分はこのカードでしか攻撃宣言できない効果を持っているぜ。デメリットこそあるけどこれまたド派手な効果を持ってるわね。そうだな。進化前と比べると弱体化する効果はなくなったものの、莫大な攻撃力を手頃に手に入れることが可能となっており、しかも闇属性素材ならモンスター効果の無効化も可能に、しかも破壊耐性も持つため切り札としては申し分ない性能と言えるぜ。あまりに強すぎる。その代わり、召喚にはレベル 5×3 という重たい指定がなされているのだが実はこれ、ランクアップマジックを使えば解消可能で、ダークリベリオンエクシーズドラゴンに、ランクアップマジックファントムナイツラウンチを使用すればすぐに召喚可能。効果もそのまま使えるためかなり相性はいいと言えるぜ。そういったサポートがあるのはかなりありがたいわよね。しかも、元々の攻撃力を参照とするため、ダークリベリオンエクシーズドラゴンの効果を使っても、問題なく強化することが可能に。そこしっかりケアされてるのものすごくありがたいわね。弱体化した挙句こっちは超火力で殴れるため、ワンキルも簡単に成立しやすくまさ
かにデュエルを決めるにふさわしい、モンスターと言えるな。相手が多ければ多いほど火力が上がるのも、かなりリベリオンって感じがするわね。サポートも豊富なため素材が重いとはいえ、正規召喚も狙いやすく闇属性デッキなら採用を検討してもいい、そんなカードと言えるぜ。次に紹介するのは、強度級砲塔列車ジャガーノートリーベだぜ。なんかすごく大型なモンスターが出てきたわね。まあランク11だし見た目も性能も超大型モンスターと言えるな。そんなジャガーノートは2018年11月10日に発売されたパック、デュエリストパックレジェンドデュエリスト編4にて、収録されたモンスターで、素材はレベル11モンスター3体とかなり重たそうに見えるんだが、機械族、ランク10のエクシーズモンスターの上に重ねて召喚が可能で、効果は素材を1つ取り除くことで攻守を2000アップさせる効果、持ってる素材の数だけモンスターに攻撃できる効果を持っているぜ。暴れん坊すぎない？ああ、強度級な攻撃的性能を持っていると言えるな。ただでさえ攻撃力4000と高いのにそれに2000アップできて、複数回攻撃は殺意の高さを感じるわね。しかも攻守の上昇値は永続効果だからな。素材がある状態で維持できればどんどん火力を上げることができるぜ。怖すぎる。とはいえ、ステータスを上げると次は複数回攻撃ができなくなるため、状況を見て、色々と判断する方がいいだろうな。場合によっては連続攻撃する方がライフ削れる可能性もあるものね。また機械族のためリミッター解除とも相性が良く、確実に仕留めたい時は使ってみるといいかもな。過剰な暴力すぎない？このように、攻撃的な性能でフィニッシャーにはもってこいなのだが、一切耐性を持っておらず特に攻撃反応型のトラップには注意が必要だぜ。せっかく召喚したのに殲滅されちゃう可能性があるものね。正直、破壊されるだけならまだいいのだが、攻撃を反射するマジックシリンダーなど使われれば、こっちが致命傷を負うためここは最大限警戒するべきだな。普通に効果使って殴れば6000の火力で行くわけだし、それが反射されると相当きついわね。ライフ2000以下ならゲームオーバーだからな。ただ、このあたりは正直いくらでもケアが可能だし、安全に攻撃できる状況を作ってこのカードを召喚する流れを作るのが、一番いいだろうぜ。それもそうね。召喚は少し面倒ではある上に汎用性が特別高いわけではないが、フィニッシャーとして素晴らしい性能をしているため、高レベルモンスターを扱うデッキには採用が検討できるいいカードと言えるぜ。次に紹介するのはバレルソードドラゴンだぜ。おお、なんかかっこいいわね。男の子が好きそうなデザインしているよな。私一応女なんだけどね。まあ、細かいことは気にすんなってことで。流し方よ。そんなバレルソードドラゴンは2018年4月14日に発売されたパック、サイバネティックホライゾンにて収録されたカードで、効果モンスター3体以上で召喚できるリンクモンスターで、効果はバトルで破壊されない効果。自分、相手ターンに一度攻撃表示モンスターを1体選択し、そのモンスターを守備表示にする効果。さらにこの効果を発動時に相手はカードの効果を発動できず、2回攻撃が付与される効果を持っており、さらに1ターンに一度、このカードが表側表示モンスターに攻撃宣言した時にターン終了時まで、このカードの攻撃力を、そのモンスターの攻撃力の半分アップし、そのモンスターの攻撃力は半分になるという効果を持っているぜ。てんこ盛りすぎるわね。でこれまたやたら攻撃的と。そうだな、リンク素材は3体と少々重たいものの、表示形式変更に2回攻撃強化と弱体化といいとこ取りの性能で、しかも戦闘破壊耐性も持っているため、オネストなどの奇襲性の高いカードにも対応可能、切り札としてふさわしいモンスターと言えるぜ。今まで出てきたモンスターの効果を内蔵しているようなものだし、なんならこいつでいいじゃんって言える性能だと思うわ。まあ、差別化自体は可能だが効果だけ見ると確かにそうだな。2回攻撃を得るにはモンスターを守備表示にしないといけないので、一見すると、ダメージが入らないと思えるが、この表示形式は自分のモンスターにも使えるため、もう1体自前で用意すれば大ダメージを与えることもできるぜ。なるほど、そういった使い方があるのね。というか、これが一番マストな使い方とも言えるな。また強化効果も相まって余裕でワンキルも目指せるし、素材が重たいとはいえ指定もないため汎用性も高く、基本的にどのデッキでも採用できるフィニッシャーと言えるぜ。見た目もかっこいいし最高のカードよね。ただし、戦闘破壊耐性はあるものの効果破壊には耐性がないため、攻撃反応型のトラップや効果による除去には注意が必要だぜ。さすがにこの性能で効果破壊耐性まで付与していたら強すぎるものね。ああ、このあたりは他のカードと併用してなんとか守っていきたいな。総じてバトルに特化したカードで相手ライフが多く残っていても、一気にまくれるそんなカードと言えるぜ。次に紹介するのはナンバーズ97、雄英シンドラックラビオンだぜ。これまた強そうなカードが出てきたわね。このカードは2019年5月18日に発売されたパック、コレクションパック革命のデュエリスト編にて収録されたカードで、レベル8モンスター2体で召喚することができ、相手からカードの対象にできない耐性効果と、素材を一つ取り除き自分のエクストラデッキ、墓地から、このカード名以外のドラゴン族のナンバーズモンスター2種類を選び、そのうちの1体を特殊召喚しもう1体をそのエクシーズ素材とする効果。ただし、この効果の発動後
ボタン終了時まで自分は、モンスターを特殊召喚できず、この効果で特殊召喚したモンスターでしか、攻撃宣言できないデメリット効果を持っているぜ。どちらかというとサポート寄りのカードって感じかしらね。そうだな。このカード自体が決定打を打てるというわけではなく、効果によって呼び出したモンスターに任せるという、今回の中では少し変わったカードと言えるぜ。悪く言うと他力本願ね。なんで悪く言うんだよ。さてこのカード縛りこそあるものの、強力だが召喚条件が厳しいエクシーズモンスターを呼び出すことが可能で、その筆頭としてナンバーズ100、ヌメロンドラゴンが存在しているぜ。ヌメロンって確かゼアルのラスボスが使っていた。ああ、強力なテーマの一つだな。このヌメロンドラゴンはフィールドのエクシーズモンスターのランク ×1000 ポイント、攻撃力を得ることができるんだがこのカードと組み合わせることで、攻撃力9000となり1キルが成立するラインに一気に到達できるぜ。どんなカードを呼び出して攻撃するのかと思えば、シンプルな脳筋化け物が出てきちゃったわね。相手もいきなりこんな高火力モンスターが出てくるとは思わないだろうしな。他にも強力なモンスターを呼び出せるのだが、基本的にはこのヌメロンドラゴンを呼び出してゲームを決めることが多い印象だぜ。かなりお手軽だしね。そもそも、このカード自身も攻撃力3000もあるので、バトルに参加しやすくデッキこそ選ぶものの、バトルとサポートの二刀流として役に立つと思うぜ。次は分け合って2体同時に紹介するぜ。というわけでナンバーズ39、希望オーホープダブルと、ナンバーズ39、希望オーホープだぜ。2つ同時ってことはセットで使うといいってことね。そういうことだな。効果はホープダブルは素材を1つ取り除くことで、ダブルアップチャンスを手札に加える効果。さらにこのカードの上に重ねてホープエクシーズモンスターを召喚し、ダイレクトアタックできなくなる代わりに攻撃力を倍にする効果を持っているぜ。こちらはホープのサポートに特化しているような性能って感じね。そしてもう1体のホープはレベル4モンスター2体で召喚できる、元祖エクシーズモンスターで自分か相手の攻撃を、素材を1つ取り除くことで無効化する効果を持っているぜ。こっちはもう説明不要なほど有名かつ王道なモンスターよね。ああ、なんせ最初に登場したエクシーズモンスターでもあるからな。ゼアルの主人公であるユーマの切り札でもあるし、知らない人はいないだろう。そして、この2体を組み合わせるとどうなるかというと、まず、ホープダブルでダブルアップチャンスをサーチし、そのままホープを召喚、するとホープの攻撃力が5000になるため、そのままバトルに入りホープの効果と、ダブルアップチャンスを併用すれば、攻撃力が1万に、ダイレクトアタックはできないがそのまま殴り倒して一気に削る、もしくはワンキルも可能となっており非常に強力なコンボと言えるぜ。急に攻撃力1万が登場するの怖すぎる。デッキ構築は少々特化させないといけない部分はあるものの、奇襲性や爆発力は凄まじく他にも様々なコンボにつなげることも可能で、ホープを使うのならぜひとも採用したいコンボと言えるな。まあ、サポートも豊富でしょうし色々と動けそうだものね。こちらもセットでフィニッシャーになる、そんなカードとなっているな。最後に紹介するのはアクセスコードトーカーだぜ。このカード、最近結構見かけるけどここに入るってことは、かなり強いカードなのね。それはもう、現環境でも大いに活躍しているカードだしな。そんなアクセスコードトーカーは2020年1月11日に発売されたパック、エターニティコードにて収録されたカードで、効果モンスター2体以上で召喚することが可能で、効果は、このカードの効果発動に対して相手は効果を発動できない効果、リンク召喚した場合、そのリンク素材としたリンクモンスター1体を対象にして発動し、そのリンクマーカーの数だけ攻撃力を1000上昇させる効果、自分のフィールド、墓地からリンクモンスター1体を除外することで、相手フィールドのカードを1枚を破壊する効果。ただし、自分はアクセスコードトーカーの効果を発動するために、同じ属性のモンスターを除外できない効果を持っているぜ。シンプルに超強いモンスターって感じね。そうだな。自己強価値が高くリンク2のモンスターを素材にすれば、攻撃力を4000まで引き上げることが可能。最大でも7300まで上げることが可能で、フィニッシャーとして十分な性能を持つことになるぜ。ワンキルに届かないけどそれでも十分な強価値と言えるわね。そしてこのカード一番強力な部分が除去効果で、なんとこの手の効果では珍しくコストがあれば何度でも除去が可能に、挙句にこの効果発動に対してチェーンも組めないため、安心して除去が可能となっておりこの点が非常に強力と言えるな。相手に抵抗させず除去して高火力で殴る、悪魔みたいなモンスターね。ああ、しかも素材指定も緩く大体4000から5000前後の火力になるため、相手からするとマジで恐ろしいモンスターと言えるし、リンク召喚するならこのカード1枚採用するだけで、デッキの火力の底上げも可能に、非常に汎用性が高くほとんどのデッキで採用できるのも、大きな強みと言えるな。昔でいう開闢みたいなカードね。しかも、デメリットとかも特にないので、他にモンスターも展開して攻撃できるからな。ただし、除去効果は言うまでもなくコストがかかるほか、同じ属性のモンスターは一度コストにすると使えないため、属性をばらけさせる必要がありそこは少々工夫が必要だな。さすがに墓地のモンスターを何度でもコストにできると、ぶっ壊れちゃうしね。あと、効果発動に対して相手は効果を発動できないだけで、それ以外では、特に耐性もないことから、そこも注意が必要だな。とはいえ、性能としては十分で今一番決定打を打っている、モンスターと言えるぜ。
というわけで今回は歴代のゲームを決めた決定打モンスターを10体紹介していったぜ。色々なタイプがいたけど基本的に攻撃的で完結している、そんなモンスターばかりだったわね。そうだな。まあそうでないとフィニッシャーになりにくいしな。けど、想像以上に強力なモンスターが多く存在していたと思うぜ。そうね、デッキによっては絶対入れてもいいというカードばかりだったし、おかげさまで良い参考になったわ。今回紹介できなかった中でも強力なカードは存在するし、色々と見てみて使ってみるといいと思うぜ。そうね、これを機にたくさんカードを見てみるわ。では、最後に恒例の画像で一言。初手制圧したらこうなった。確かにこうなりかけることはあるな。みんなはどんなセリフが浮かんだ？よかったらコメントしてね。